ウィーバ理屈としては、傘を使って、関節を決めていく。でついてきたのをこうにしてこの姿がー。ふざけたな。混合力士道みたいになってるな。そう噴水のような。純粋にね。はい、どうも現代忍者タクです。ニンニンぴょんぴょんということでね、今日は何でございましょうか。タクさん、はいよ。シャーロック・ホームズってご存知ですか？シャーロック・ホームズ知ってるよ。シリスさんだよね。シリスさんって、そうシャーロック・ホームズ映画の中でうん戦ってたじゃないですか。うん1900年、うんイギリス、うん裕福なうん方たちがう襲われた時にん使う武術、護身術ということで、うん馬力ってことがあるんですけれども、その紳士の、格闘技というか護身術っていうのが馬力なの？それともシャーロック・ホームズの技が馬力なの？どっちなの？シャーロック・ホームズがうん使ってた武術が馬力なので、シャーロック・ホームズはファンタジーだかえら実在する人じゃないからね。シャーロック・ホームズは実在しない。そうだから馬力って言ってるけど、うん存在しないってことじゃん。シャーロック・ホームズが存在しないんだか確かに。ら。じゃあ帰りましょう。帰ろはい。う。確かにシャーロック・ホームズはうん架空、ファンタジー、うんじゃあ馬力もファンタジーなのかって思いがちなんですけれども、うん今日その馬力に精通した英国紳士風うなん武術の達人をうんお呼びしてるんですよ。うん高貴な戦い方、そして自信のある戦い方を学ぼうということで、うん先生をお呼びしてるのに、シャーロック・ホームズはファンタジー、うん馬力ファンタジーだったらもうこの企画終わってしまいますんで。まあとりあえず先生にお会いしよう。ちなみに芦田だってイギリス留学経験してるから、そうなんです。だからちょっと紳士っぽいじゃん。そうです。紳士の顔してる。紳士っぽいですか？紳士っぽいやつが稲川先生のモノマネなんかするわけないですよ。ああ、今日ちょっと忘れちゃったんだよね。太田さん言ってよ、もう。紳士なわけないですよ。これ紳士ではないね。紳士ではないですよそうだったね。じゃあとりあえず行きましょう。行こう。はい行こう。はい。場所が変わりました。場所が変わりました。ということで早速。はい、教えていただきましょう。そうですね。お願いします。新見先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕ちょっとオープニングで、太田からはシャーロック・ホームズが使ってた護身術だったり格闘技だっていう話を聞いて、いやシャーロック・ホームズ自体が小説の人なんだから、格闘技もファンタジーなんじゃないかっていうことをちょっと言っちゃったんですけど、ちょっと教えてもらっていいですか？そのはい、わかりました。はい馬力って日本では広まってるんですけれども、はいそれっていうのはシャーロック・ホームズの小説の中で一箇所登場する名前なんですね。はいで、そのシャーロック・ホームズに登場するところで馬力っていうように書かれてるんですね。はいこの馬力っていうのは確かに架空の武術なんですけれども、はいはいイギリスではい武術としてイギリス紳士の間で流行っていたはいバーティツというものがあるんですね。はいでそこでバーティツっていうのがこの馬力じゃないかっていうふうに言われてます。馬力自体ははい、ファンタジーなんですか？と思ってます私は。おお。つまりだから先生がやられてるのは馬力じゃなくて、はいプリッツ食べ物じゃないから。バーティッツの方なんですよね、先生。バーティツ。バーティッツの方。で先生あれですよね。はいこのそこの部分ちょっとこのシャーロック・ホームズの復活という本に、はい要は一箇所だけはい馬力というワはいードが書かれているっていうことですか？そうです。じゃあこのままだとね、企画が先生ね、はい終了で終わってしまいますので、じゃあこのバーティッツとは何なのかを先生ちょっと教えてください。はい、わかりました。お願いします。はいバーティツっていうのはもともとバートン・ライトっていう人が作ったものなんです、はい。このバートン・ライトっていう方は実は日本に来て初めて日本の武術を学んだ外国人というふうにされてるんですね。はい。だから今すごく私これ出させていただいて嬉しいんですよ。外国の武術を日本にまた持ってくることができたんで。あ、本当そうですね。はい。逆輸入だよね。そういうことですね。はい逆輸入ですよね。はい、このバートン・ライトさんが1898年に日本の神戸に来たんですね。これ技術者として呼ばれたんですけども、は神殿不動流という柔術があってですね、はそれを神戸で学んだんですよ。はいでその後東京に行って講道館柔道を学んだんですね。はいそのこのバートン・ライトっていう方が日本の柔術素晴らしい、日本の柔道素晴らしいっていうことでこれを護身術に取り入れようって考えて作ったわけなんです。なのでバートンのバートと柔術の
後ろを取ってバーティなるほあー面白いですね。ど。日本の武術武道にはやっぱり品があるっていうのはやっぱそこなのかもしれないですね。そうだねただ相手を痛めつけるだけとはちょっと違うじゃないですか。そういうさ、世界各国に日本の武道がうん行って、うん鮭と一緒だね、うん帰ってきた。帰ってきた。じゃあタクちゃんね、実技的なことを教えていただきましょう。ちょっとね。はい。やっぱりちょっと今日なんかも天気もそうなんですけれども、英国って雨、曇り多いじゃないですか。やはり傘、ステッキなんかが武器になるわけですか。はいなります。は例えば、はい。なんでもいいんですけども、はい、こうやってまあ構えられたら構えちゃって構える別に構えます、はで例えば、はいまあ、ここからナイフで何か攻撃してくるじゃないですか、はい。で一番簡単なのは、はいまあ、その刺してきます、はいそしたらここから、はいここからこう落として、はいこのまま首ですね、はい。はい。はい、これで、まあ、握られちゃってるんで、はいはいでこの握ったままこっちに持っていく、はいはでこういうように、まあ、基本的に技がいっぱいあるんで、うん理屈としては、まあ、傘を使って、まあ、関節を決めていく、はい、でここから当然今打ちましたけど、はいここからナイフが来る前に、そのままこう叩いた感じで構えます、はい。はい。でこういってで今こっちですけどこれ例えば、はいこっちが逆だとします、はい。こういう構えもあるんで、はい。こっちもでそしたらこうやってここから足引っ掛けるとかはい。はい。倒す。ごめんなさい全然全然。もっと言いたいことをして。紳士だからね。ごめんなさいです。でも単純にそういうことで、はい技っていう技がまあこうやったらこうやるみたいのはその場で考えてい。自分で作っていきます。ちなみにあなたが回ってきたその殺法の方の戦闘術でちょっとやっていただいていいですか。例えば、すみません。私の場合はもうこういう感じですね。まあ、例えばこう好きに来てください。それもこのもうこれで蹴って。下品だな。下品。傘バンバンで傘壊れちゃうから。こう蹴ってこうだめ。傘壊れちゃうから。これでちっちゃいんだかだからら。もうこれ下品なのよ。で下品。下品ではあるんですけども、はい実はこれパンティッツにあります。あ、本日これありました。知ってました。あるんですね。ね。でもうちょっと見してよじゃあ。じゃあもうちょっとですよ。じゃあこっちのパターンでいくと、はい例えばナイフ突き刺してきてる場合にね、こうだね。はい。こっちでここで引っ掛けてこっちを回していくともうこの関節がこう決まっていくみたいあなで傘をこっちに通しちゃって、みたいなで膝つかせて、はい首を切る下品だな。はい殺法だなそれ。先生これはないっすよね。いやあります。あるんだ。あるのかもっと下品にしなきゃダメだなじゃあ、うん。もっと下品なやつあります。ちょっと傘開かせてもらいます。これをね、相手がついてきたときに、こっちをやって回していく。で、この閉じて、ここですね、ここに、いやもう下品だ、もう殺法だそれ。う暗殺術になるからそれは絶対バーティッツにはないはずだ。先生ないっすか。これはありません。おおさすがにこう傘開くっていうのは、まあ、最近のそのスパイ映画とかだとこれがシールドになってて、はい銃弾防ぐとかあるんですけど、はいさすがにそれはバーティッツにはないです。あこれだけど、はい意外に傘開くと、人間ってびっくりするのがってあると。これだけで結構もうそのまま本当に戦うんじゃなくて逃げるとかっていう意味では誤信になるんだよね。ちょっともう少し先生の技見たいよね。はいで今度例えば、はい私から言った場合にはいどうなるのか、見たいです、見たいっていうです。ことです、はい例えば、腕をこう攻撃したとするじゃないですか、ここからこう、次に例えばカウンターで何かが来たとするじゃないですか、防御してなので当然こっちに避けるんですけど、はいはいこの時に防御して、はいでここからこっちにコツン。はいでここから次こっちです、でも確かに攻撃の仕方がね、ここから難しいよね。うん、カレージェンですね。トルマンが。こういって、うん、でついてきたのがこっちにある。でここからは、この姿おお。なんかフェンシング。が雨に歌えばみたいな感じが。でここで後頭部狙うんですね。おう。はい、でこれっていうのが例えばこの頭に対してこういう防御とかってできるじゃないですか。でここから刺してきて、頭に来たらそういう防御になるじゃないですか。なので後頭部狙うんです。うん。でそうするとここから次にここに意識がいくので、はい。ここからこっちに
でこれがもし空振りしても首引っ掛けてこのまま下に流すわけですね。で最後に金的。金的はあるんだね。なるほど。はい。でも先生ナイフ持ってたら今の連動ってやっぱ多少厳しいですよね。そうですね、厳しいです。なので、基本的にはもう打撃が多くって、じゃあちょっとナイフはねやめます。はい。こう金がせいでこういう感じですよね。そんなイギリスメイドその胸ぐらとか持ったりしますかね。あ、しますしますね。はい。全国共通。リアル全国みたいな全世界共通です。リアルで言うといいですよ。これ多分押します。はい。押します。はい。で例えば壁の方とか、いいですね。いいですね。はい。でドーンでこうなった後にまだ行きますよね。両方で例えば来てたとするじゃないですか。で今足がこっち前でしたよね。こっちです。はい。この時はもうここが金的ですね。すぐに。はい。で今ステーキこっちで持ってるんで、もしこういう絵になったとするじゃないですか。でこうなったらもうここからもう一般的な護身術と同じで、ここからこうステッキをこう持っていきます。で持ってった後にこっちですね。全然倒してやってくれ。全然もう紳士だな。ということで。紳士だな。であとはもう基本的に狙うところは全部急所。喉仏とか、男性だったら喉仏はもうすぐ狙えるんで、私がこうバーティッツ学んで思ったのは、なんか新しい技っていうのがあまりなくてですね、つまりこのバーティッツってもともとミックスマーシャルアーツって言われていて、実はその総合格闘技の一番最初なんですよ。総格闘技の一番最初って面白いね。1990年に90年代にその総合格闘技が流行ったと思うんですけども、それの100年前にもう総合格闘技に目つけてて、でそれで研究してたのがこのバートン・ライトっていう人なんですね。で当然総合格闘技の時もそうだったと思うんですけども、一番最初って受けが良くないんですよ。一体何なのかわからない。でいろんなところで興行して、でそれで広めていく際に紳士がいたので護身術と結びつけて、で当時治安も悪かったんで、だからそれで護身術を結びつけて興行してったんですよ。でただそれがですね売れなくて、売れなくって、で実際このバートン・ライトっていう人はですね1899年から1902年までこの活動をしてるんですけど、そこから消えちゃうんです。でそこから100年間バーティッツっていうのがなくなっちゃったので幻の武術とされていたんですよ。そこから、さっきのシャーロック・ホームズの話とかで、1903年にこのバリッツっていう名前が出てきて、で注目されて2009年のシャーロック・ホームズの映画でさらに注目されて、で研究者がどんどん出てきたので今こうやって復活したっていうことです。もともとというかそういう技術というよりも結構本当にラフな戦いだったんですね。そうですそうです。素手とかになると本当にただの格闘技っぽいものになっちゃうってことなんです。そうなんですよ。元がそうだけど原点だったからですね。でもさらにその総合格闘技の原点の中に日本の柔術が含まれてたっていうことなんで、総合格闘技のルーツは日本にありきなんですね。そうだね。そう思います。そういうことですよね。そうですね。日本人としては誇り高いですよね。そうですよね。これのね、少佐がさ、ちょっと足でいいなと思って、こうパーンってやって、でさ、こう先生なんかこう後ろこうやった時に叩いてあったんですよね。あの時先生の手がね、この手がね、すごいこっちの手がさ、なんかこういうなんかね。でも美しかった。そう、雨に歌えばなってた。ミュージカル。そう、ミュージカル。でも、たくちゃんがやるとなんかちょっと若干ふざけてるように見えるんだけど、先生やると本当に。それはな、先生、それはやっぱり美しくって意味をやってってことなんですか？そうですね、上流階級に向けて、興行とか営業するときにはそういったやっぱ華やかさっていうのが必要だからこういう要は華やかな感じで倒すっていうのを心がけてるってことなんですよね。そうですそうです。じゃあ、今日その一点だけ学びましょうよ。その華やかなっていうのはこれですよね。それが華やかだ。華やかです。華やかです。華やかだね。たくちゃんここだけやってください。これだけやろうか。ちょっとはい、たくちゃんお願いします。はい。左回転とかですね。こっち構えて、こういう構えでいいですね。いいです。で、あとバリッツの構えであればこういう構えですね。
おふざけだな。金剛力士像みたいになってるな。そうおふざけだな。なんでだろうね。なんでかな。頑張ってんだよ。頑張ってるね。コピー忍者だから頑張ってコピーしてるんだけど見えない。出ないな。出てない。いやあれかな。ドンペンとその服装のせいなのかな。ちょっと本編は結構あるかもしスれない。ーツ着てりゃあれかもな。まあここは勘弁してよ。ここからですね、例えば、そのナイフで刺してきたものを、はいこっちで受け止めますね。はい、こっち受け止める。はい。で受け止めた後、はい足をクロスさせる。クロスさせて、で腕をそうです。いや雨に歌ってるね。雨歌ってます。うん。例えば華やかに見せるために、ここからこの左手と右手をですね、こういった後に、このセンターがクロスして、ここからこういくんですね。あこう噴水のような。要するにね、ここからこういった時クロスさせて、噴水。そうです。あ、近いし、そこがピーンって飲めてることによって確かに先生がおっしゃった通り華麗で美しい。ちょっともう一回お願いします。先生にちょっと見てもらいます。こう。おお、先生どうですか。いいですね。その後こう喉行きましょう。前近いんで、こうなったら、そこからこう戻してこう。そうです。でこれが例えば芦田さんが避けたとしても、首引っ掛けてキュッ、首下に、膝先生あります。あります。アドリブしたら OK だって先生。じゃあたくちゃんちょっと紳士風にジェントルマンだから。ジェントルマンでよろしくお願いします。入ってるねウェーブ。ウェーブが入ってます。はい。いつでも明日攻撃してきてください。ジェントルマン。紅茶大好き。どうですか先はい、ありがとうございます。生。どうでしょうか。紅茶を宣伝していただけたのはありがたいです。やっぱイギリスは紅茶の国なので、この後紅茶をお出ししますので。あ、本当ですか。嬉しい。100チャンネル。先生本当に今までやってきた殺法とはまたちょっと違ったそうですね。パターンだと思うんですけれども、やってみてどうです。自分とは確か真逆だけど、逆に自分がアクション監督やってる時に逆に美しいっていうことを通る場合もあるからね、そういう時にまたなんか参考させていただけるなっていうか、先生の動きとかそういうそのジェントルマンな戦い方ってやっぱ面白いなっていう思いましたね。僕はもう本当に一大衆の目として、馬律、謎の武術、幻の武術の教えていただいたことがすごく楽しかったです。面白ちかったです。なみに先生、例えば素手とかになった時っていうのはもう本当に総合格闘技みたいな戦い方になっちゃうんですか。そうです。ただ構えが特殊。おお、ほら、英国の構えじゃん。ほら、よくある。スナッチでこうやってそう、スナッチとかでもそうじゃん。すごく昔の構えなんで、現代の格闘技と比較するとすごく弱そうに見えるような感じはするんですよ。こういう感じで。それ何にかなってていいんですか、それの構え。これはですね、今、坂口さんにだけ教えますね。バーティッツの組合で、こういうテクニカルなところ、理屈っていうのを教えられないところもあるので、今ここだけで回していただいても全然大丈夫ですけども、音カットとか早回しとか。なるほどね。いや、面白かった。面白かったですね。まあ途中でね、ちょっとカットされたこともあったけど、構えの謎はね。言われてみれば確かに映画の中でのこの構え方、なんかちょっと違和感あったんですけど、今それも全部つながった。なんでそんな構え方するのかとか。なんかまた一つ映画を見る楽しみ、面白さっていうのがなんか先生と今日お会いしてなんか深まったような気がします。そうだね。歴史をね、いろいろとこう紐解けたなっていう、なんか不思議な日だったね。しっかりとルーツも教えていただいたし、そう。ただシャーロック・ホームズはね、ファンタジーで、馬律っていうのもファンタジーで、アーティストっていうものが日本とちょっとつながってたっていうのがちょっと感動的でしたよ。そうだね。先生今日タクチャンネルに出演していただきまして、どうでしたでしょうか。武術に対してその探求心が旺盛ですよね。バーティッツって日本で謎の武術とされてて、教えてる人もいなくって、でどういうものか本当にわからないっていうところでもスポンジのようにどんどん吸収していって、
美しい動きとかも、はいはい学んでいただいて、はい、どうもありがとうごいやざいます。本当にありがとうございました。本当にいろいろと形だけじゃなくてね、歴史まで学んでたことがすごく嬉しかったです。よかったありがとうございました。はい本当にこういった機会いただいてありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。このチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いいたします。そうね、そしてチャンネル登録もね、皆さんしてくださいね。それじゃあ皆さん最後まで見てもらってありがとう。あれ何ですか？先生のなんすこれ何ですか？ハワイニングさんのイングリッシュブレックファーストです。か紅茶ですね。紅茶です。はい。はい。私紅茶の先生もやってるんで、は新お召し上がりください。い。ありがとうございます。新種だな。ウィーバー